こんにちは、トバログです。今回はですね、ちょっと簡単な模様替え動画というか、この部屋にね、もう少し本とかを収納できる収納スペースを作っていこうかなという趣旨の動画です。この部屋ね、実はこう見えてあんまり収納がなくて、一応ね、あそこにある IKEA のチェストだったりとか、このね、本のブックタワーとかそういうのはあるんですけども、本を並べたりとか、あとガジェットたちをこうガサッとね、箱とかに入れておくみたいなスペースがないんですよね。でスチールラックにしようかな、 DIY で作ってみようかなとか、あとちょっとおしゃれなこうブランドとかにね、いい感じのないかなとかいろいろ探していたんですけども、ついに最近ですね、なんと IKEA で見つけてしまったので、そちらをね作っていこうと思います。いろんなシェルフ本当に探したんですけど、これがコストパフォーマンス的にも耐荷重的にも見た目的にも一番いいだろうっていう感じで、購入しているので、どんな感じなのかちょっと作っていこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで構築していきたいんですけども、結構ね、こっち側の壁の下が今空いてる状態なんですよね。ここの壁掛け収納はいい感じなんですけど、この下にできれば本棚的な何かがちょっと欲しいなっていうところで、ここに収納を作っていきます。こっちの空いてる部分もね、置きたいんですけど、一旦はデスクが来る感じですかね。はい、というわけで早速作っていきたいんですけども、こちらが今回 IKEA で見つけてしまった素敵なデザインのシェルフ、イエテスタです。このイエテスタっていうシリーズはいくつか種類があって、テレビ用のね、テレビボードだったり、ソファーの横に置くサイドボードだったり、あと高さのあるものから高さの低いものまで、いくつか IKEA の中でもね、イエテスタシリーズっていうのがあって、僕はね120センチ ×85 センチのモデルを2台購入しています。結構このデザインすごく特徴的だったので、ちょっと調べてみたんですけど、ポーランド人家具デザイナーのマヤ・ガンジンネツさんっていう人が、プロダクトをデザインしているみたいです。イエテスタシリーズ以外にも他のね IKEA のコレクションでコラボをしたりとか、あとはね自分でもう家具ブランドを立ち上げていたりとか、そういう感じの家具デザイナーさんっていうところですね。こんな風にね、モダンな雰囲気のすごいシンプルなね家具とかを展開されていて、かっこいいなと思っています。今回ね2台買っているので、1台ずつちょっと作っていきます。よいしょ。結構重たいんですよ。合成がしっかりあるってことは重量もしっかりあるものなので、ちょっと重たいんですが、ほっと、おー、いいですね。はい、こんな感じで開封したんですが、やっぱいいですね。この質感、家で見ると思ったより白っぽい感じがするなってところなんですけど、ちょっと見えてるかな。これサラサラとしたマットな質感の塗装が施されている、山崎実業みたいなね、ああいうちょっとマットな質感の軸ですね。はい、でちょっと棚板の素材が、これ本当のね普通の無垢の竹じゃなくて、多分ちょっと白っぽいフィルムというかラミネート加工みたいなのがされている板ですね。この風合いとね、この真っ白な軸がすごくいいなと思います。じゃあちょっとね組み立てをしていきます。せーの。はい、という感じで完成しました。迫力ありますね。今までここに棚とかがなかったんで、一気にこうバーンと、しかも真っ白じゃなくて、ちょっとね木目調がメインのこういうのが置いてあると、すごく印象が変わる気がします。これはちょっとトワログのこのね白すぎる部屋に新しい風を巻き起こしてくれるんじゃないかなっていう気がしています。で実際にねこれ組み立ては本当IKEA の家具にしてはすごい簡単で、このね軸の部分とこの棚板の部分をこうナットみたいなのでくるくるっていう風に固定するだけだったんで、実際1台あたりは多分30分もかからずに組み立てられたかなと思います。安すぎるやつだとね、結構ネジでこうガーって頑張んないといけなかったり、すごくね大変な時もあるんですけど、今回はね結構ちゃんと設計されているからなのか、すごく楽ちんに作れましたね。じゃあ早速ねちょっと見ていこうと思います。
はい、実際に棚の部分を見せていくとこんな感じです。結構このバンブーのところがしっかりホワイトっぽくね、塗装というかラミネート加工みたいなのをされているので、なんか竹製なんだけどそんなに圧迫感がない、ちょっとね白っぽい印象になっていて、これはすごいいい感じですね。で、僕はこの2段のタイプのを2つねこう購入して2個並べて使っていくっていう感じですかね。将来的にはこれ分割して片方リビングとかそういう使い方もできると思うんですけど、一旦はねがっつりと収納として使っていきたいと思います。なんか一応製品ラインナップ的にはね、この長さのやつが1つで売ってるものもあるみたいなんですけど、僕が行った店舗というか日本国内かなではねこれがなかったので2つ購入するっていう感じですかね。実際にね近くで質感を見ていくとこんな感じです。すごいねなんかホワイトっぽい雰囲気で、これがねなんか結構バンブー系のものってすごく黄色みかかってるもの多いんですけど、なんかすごいサイド抑えめのオレンジっていう感じで、この風合いがすごくいいです。これからまあ直射日光とかに当てたらね経年変化していく気はするんですが、僕の部屋は結構日陰なので大丈夫そうですね。で、結構ね1枚あたり割と分厚いのでしっかりしています。そしてこの棚板を6箇所でこの金属の軸でねしっかりと固定をしていて、さらにその奥、こっちの方が見やすいかな、さらにここのね真ん中の部分もこうやってね竹の軸みたいなのがあったりするので、これでね結構耐荷重が1つあたり25キロっていうのを実現している感じがしますね。実際にこうやって叩いたりとかちょっとこう揺らしてみてもすごいね頑丈というかすごいしっかりしてる印象があります。これは結構嬉しいですね。実際ねこれを購入する前にヘイっていうね、おしゃれな同じくね北欧の家具ブランドがあって、そこも近いようなシェルフがあったんですよ。そっちは逆にこの軸がね木でできていて、棚板がスチールのホワイトの感じだったんですけど、最初はそっちを購入しようと思ってたんですけど、実際店舗に見に行ったらすごく華奢で、こうね揺らしたらめっちゃグニャグニャするみたいな、実際店舗でもね使ってたんですけど、店舗のやつもすごいこう収納として傾いちゃってたりしたので、これは本載せるのはちょっときついわっていうところで、また振り出しに戻ったんですが、いい感じのやつが見つかってすごい良かったです。で、壁にねしっかりと固定をする器具もついてたんですけど、それなしでも結構こう揺れにくいというかしっかりと倒れにくい印象があります。で、素材感でいうとこの軸の部分もすごくね山崎実業のあの感じをイメージしてもらえば分かる素材感なので、すごくスタイリッシュに見えます。細部を見ていくとちょっとこの辺なんか安っぽいなっていう感じはあるんですけど、全体をこう見ていくといいわ、これなんかモダン、北欧モダンって感じがします。はい、という感じでせっかくねこのシェルフ購入したので、できればかっこよくレイアウトしていきたいというところで、ちょっとねどんなレイアウトスタイルがあるかなっていうのをピンタレストで検索してみようと思います。まずはねこのイエテスターで調べているんですが、なんか本棚としては参考になりにくいというか、同じような感じでね IKEA の公式ページにもあるんですが、かっこよすぎるんですよね。こんな感じでなんか牛の置物とか花瓶とかそういうのをね置いて、こんな感じでまばらに置いていくっていうスタイルが結構こういうシェルフだと一般的な感じはするんですけど、トバログは結構ちゃんと収納として使いたくて難しいです。棚がね結構おしゃれじゃないですか。なので結構可愛い感じのね、花瓶とかそういうのを置くのが一番痛切なんですけど、でただ単にブックシェルフで検索するとこんな感じのイメージにどっちかっていうと近いかなっていうのが結構出てくれますね。なんかこれとかすごくかっこいいです。こんな感じ。なんかちょっと本も置きつつ小物を置いていくみたいなスタイルは結構印象に近いのかなみたいな、こういうスタイルとか、2段ぐらいでこういう感じで本を置いてちょっと小物を上とか1段目とかに置いていくみたいなのがかっこいいんじゃないかなと思っています。ちょっとねレイアウトしながらいろいろと試していきます。まずやっぱ下の方にごちゃつきがちで重心も重くなりがちな本をがっつり置いていこうかな。
はい、ちょっとね暫定的に並べてみたんですけども、めちゃくちゃ難しいですね。やっぱなんかちょっとね収納をがっつり入れすぎちゃうとすごく圧迫感が出るし、ちょっとねおしゃれっぽくレイアウトしようと思うと割とこう余白感を大事にしたいところなので、結構難しくて悩みポイントではあります。一応ね本棚として一番下の段はねちょっと本棚っぽくしているんですけども、本をねぎっちり並べるか、もしくはちょっとだけ一番下に並べるかみたいなのがちょっといい感じかなってところですかね。ちょっとどんな感じか見せようかな。今のところはこんな感じです。割とねごちゃついてる感じは否めないんですけども、暫定的なところですかね。今壁の収納とちょっとこの下のチェストのところがちょっとね若干高さが干渉してるところがあるので、ここら辺はねまた後日ちょっといい感じにレイアウトはしていきたいんですが、なんか真四角のガジェット入れるボックスとかをバーって並べてもいいんですけど、それだとねちょっと収納感がすごくマシマシになっちゃうので、一旦この下の部分にだけ本を入れているっていう感じです。でその他のところはちょっと見せたいような見せる収納というか置きたいものたちを置いてるわけですね。これねどこに本を入れるかとかでいろいろとちょっと試してみたんですけど、僕が今ちょっと並べている本の量だと一番下にバーって敷き詰めちゃうのがいい感じなのかなと思っていて、今はねこのレイアウトでいい感じな気がしています。交差して並べてみるとか、あといつも使ってる無印良品のファイルとかをこう並べてみるっていうのも良いかなと思ったんですが、思ったよりちょっとね見せる収納としては微妙な感じになっちゃったので、ちょっとこういう感じでやっていきます。具体的にねこの棚何を置いてるかっていうと、この辺は生活のなんかいい感じにするためのものですね。模様替えをしたりとか、おしゃれな雰囲気にするにはどういう風にしようとかの時にいろいろ開くやつ、ポパイのヘアとシティボーイとかそういうスタイリング的なところが多いです。で今ちょっとね本立てがないんで恐縮なんですけど、この辺は物の本ですね。物についてひたすら語る的な本を集めるのが好きで、この辺は物について語られているものをたくさん置いています。この辺はデザイン系の本ですかね。デザインとか写真の撮り方とか、あとジンを作ったりしていたので雑誌のね作り方みたいな、紙の選び方とかそういうのとかをここに並べています。でこっち側が今のところ空いていて、ここはねちょっと趣味とかそういうのを置いていこうかなと思うんですが、今のところここにね余っていた本の半分ぐらいは置けているので、一旦こんな感じでレイアウトしています。ここはね今後お気に入りの本とかをどんどん増やしていきたいですね。で1段目2段目に関してはもともとねここにいろいろと置いてたんですけど、ちょっと地震起きたら落ちてきたら怖いなみたいなのとか、ちょっと不安定だったりもするから、それのね大きいものとかをここに置いている感じですね。パンテラだったり、この大きい、これはオーストラリアの人が描いたイラストなんですけど、そういうのとか、あとはここは暫定的なんですがゲーム系の本だったり、ビジョンプロは結構よく使うので、机に置いとくとすごい邪魔なんですよこの感じなので、机以外の置き場所が欲しいというところで机に近いここにちょっと置いてみています。あと悩みはね、ここの1段目、ここの部分とここがねちょっと近すぎて干渉しているっていうところですごくごちゃついてる感じがあるんですが、この辺はね次の動画とかで直していきたい感じですかね。ここには目黒圭さんの絵が飾ってあって、この辺はガジェットとか、そういうたまごっちとかなんか思い出系がなんか置いてあったりします。エイリアンウェアはねあんまり使ってないんですけど、すごくね好きなんですよね。この打鍵感みたいなのも好きだったり、この佇まいが好きだったりするので、あと収納にも結構困るから、もうここに置き収納したい。でこの辺もなんかレイアウトとかデザインとか写真とかの参考にしたりよくしている大きい本、動画にする時になんか物について語ったりする時のリファレンスとかね、パン・オルフセンのやつとかイソップとか無印とかそういうのを置いています。これは単純に工具入れですね。たくさん工具が入っているんですが、工具が入ってると思わせないこの佇まい良いです。
で上もね悩みなんですけど、一旦ゲームボーイとアナログポケットのこういう感じを置いてます。はい、という感じで今回はねちょっと IKEA のこのイエテスタっていうシリーズのこのシェルフを2つ置いてみています。まだね設置したばっかりでどんな風にレイアウトしていくかとか、あと後ろの本棚とちょっとかぶってるなとかねここがどういう風に置いたら最適なのかなとか今後模索していきたいんですけども、本当にいい感じのアイテムですね。なんかこういうシェルフ本当にずっと探してて、なかなか国内でいい感じ、うわこれ最高みたいなの見つからなかったんですよ。結構いろいろね探したんですけど、素材感がチープだったりとか、あとこうやってね揺らすとすごい華奢だったり耐荷重がなかったりとかで、本棚っぽくも使える見せる収納っぽいの欲しいなと思ってたんですが、いろいろと見た結果結局ね IKEA にあったっていう感じですね。こういう系の収納って結構高いことが多いんですけど、 IKEA だったら2万円ぐらいで購入できるし、しっかりとデザイナーさんがデザインしてくれていて、クオリティもすごい高いと思うので、個人的には結構おすすめしたいアイテムかなと思います。あとやっぱこの時期結構引っ越しとかそういうシーズンだと思うんですけど、結構部屋の中の印象をガラリと変えてくれるいい感じのアイテムだと思うので、気になった人は是非 IKEA のページからチェックしてみてください。そしてあとねトバログこの部屋の模様替えシリーズは今後もねちょっとやっていきたいなと思ってます。結構ねこの壁とかがごちゃついちゃってるのと、あとデスクをどういう風に配置しようとかがまだ決まっていなかったりするので、その辺もね含めて今後やっていく形ですね。このディスプレイアトモフウィンドウも実は3台あったりして、それもねこうペッペッペッと貼っていきたいなとか、そういうのもね考えています。というわけで今回の動画はこれで終わりにしようと思います。気に入っていただけた方は是非チャンネル登録コメントよろしくお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。